三上直之です。高等教育推進機構に所属しています。社会学、特に環境社会学とか科学技術社会論っていう分野です。特に、気候変動対策を含めた環境政策ですねを作るのに、どうやって一般の人たちが参加したりとか、話し合ったりした上で、政策を作っていくことができるかという、そのための、やり方を研究してるんですね。最近特に注目してですね、夢中になって研究しているのが気候市民会議っていう方法です。気候変動対策みたいな、数十年先とかことによっては100年先みたいな、そういう地球規模での長期的な問題っていうことになかなかその既存の選挙を通じた民主主義のやり方だけだと十分にスポットが当たらないっていう問題がやっぱりあるんですよね。社会全体から無作為抽出、というんですけども、いわばくじ引きですね。くじ引きをして選ばれて集まった一般の人たち、大体数十人とか多いものでは百数十人になるんですけども、そういったくじ引きで集まった人が気候変動対策を話し合う会議なんですね。でこれミソは、この社会全体の縮図を作るように参加者がくじ引きで選ばれるということで、その人たちが大体数週間とか長いものでは数ヶ月間かけてかなり集中的に話し合う。で、話し合った結果を国とか自治体の政策に活用するということになります。議論をする前にさまざまな専門分野の、で立場の異なる専門家から情報提供を受けて、その学習をするんですね。このテーマについてじっくり学習をしてで話し合った上で結論を出すっていう、そういうプロセスを踏んでるっていうところが一つ大きな特徴かなと思います。フランスでは気候市民会議が2019年から20年にかけて全国規模のものが行われたんですけれども、そこから出てきた提言をもとに気候変動対策のための新しい法律が作られて、もうこの法律はすでに施行されてますけれども、そんな形で立法に直接生かされたりっていうような使い方もあったりとか、政策への生かされ方は具体的には様々ですね。我々の研究プロジェクトが主催して2020年の11月から12月に、日本で最初の気候市民会議、これ気候市民会議札幌2020っていう名前なんですけれども、我々が施行してみました。札幌のような日本の街ではその率先して、温室効果ガスを排出実質ゼロにすべきだっていうような、例えばそんな結論が出ました。で一方でどういうふうに脱炭素の街に切り替えていくかっていう部分で実はその対立がある部分っていうのも明らかになりました。これから議論を深めなきゃいけない部分が明らかになったっていうことなのかなと思ってまして、どういう政策だったら受け入れられやすくて、どういう政策は意見が対立してて、でどういう政策はみんなあまりいいと思わないみたいなことがやっぱりそうですね、一般の人たちの議論の中からはっきり見えるっていうのはこのやり方の利点だと思います。今行われている気候市民会議っていうのは大半は単発型ですよね。この市民会議のやり方をどうやって制度にしていくかっていうのは一つ大きな課題だと思ってます。気候民主主義っていうキーワードで今研究を私進めようと思っていて、その気候民主主義の一つのやり方が気候市民会議なんですよね。例えばある一つの国の中でとか地域の中でどう関係し合っていってその脱炭素社会の転換っていうのと民主主義のイノベーションというのを同時に起こしていくことができるのかっていうことを幅広い形で理解するっていうのが、次の研究テーマかなと、思って動き始めてます。問題解決につながるアイデアとかを自分自身で考えて練り上げたりとか、他の人たちと議論したりして、でそれから一緒に行動したりしてそのアイデアを育てて、でそれを言葉にしてさらに多くの人に伝えると。で、そのアイデアがささやかな形かもしれないけども人に影響を与えてさらに大きな問題解決のための人々の動きにつながっていくっていうのが、これが多分自分が研究してて一番興奮する部分だということは言えると思います。アイデアを作るための時間をきちんと確保するっていうことと、でもう一つはやっぱり自分一人で考えるのに限界があるので、一緒に議論したりとか考えを批判し合ったりできる仲間を作る。
気候変動の問題って理系のテーマだっていうふうに感じる方も多いかもしれないんですけど、これやっぱり人間が温室効果ガス出してるわけですよね。でその人間が作ってる社会っていうのをどう理解していくかっていうことも実は気候変動にこう迫る上ですごく重要なテーマなので、そういう社会の面からこの気候変動の問題にアプローチするっていう研究があるんだっていうことをぜひ知っていただいて興味を持っていただけると嬉しいなと思います。